はい、どうもしんです。本日は発売直前アークサバイバルアセンディット公式事前情報まとめをお送りいたします。アークサバイバルアセンディット発表からですね、いくつか変更点が加えられておりまして、かなり混乱されている方多くいらっしゃるようですので、発売直前としてですね、今回まとめさせていただこうかと思います。今までですね、情報を追われていた方、また、いろいろ情報が飛び交ってですね、よくわからなくなっている方、これから情報を得たい方、すべての方に向けて、わかりやすく正しい情報をまとめさせていただこうかと思いますので、ぜひご確認いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではまず、アークサバイバルアセンディットとは、今までのアークサバイバルエボルブドを次世代ゲームエンジンであるアンリアルエンジン5で作り直し、アセンディット、昇華させた次世代リメイク版となります。略称は ASA と略されまして、これに伴いアークサバイバルエボルブドが ASE と略されることになります。ASA はシステム的に大きく変更が加えられるため、ASE からのデータの引き継ぎはありません。ただ、ASE のゲーム自体はですね、公式サーバーは終了となりましたが、非公式サーバーやプレイヤーがホストするマルチプレイ、ローカルプレイ、また、チーム版のワークショップ上にある無数のモッドも引き続きご利用いただけるものとなっておりますので、ご安心いただければと思います。発売の目的としては発表が3点されております。1つが ARC2 のためのスタッフのスキルアップ。2つ目が ARC2 の開発運営のための資金確保。3つ目が高性能な ARC1 を永遠に提供するためのものとなっております。ARC2 がですね、かなり仕様として変更が加えられる予定となっておりますので、それにあたり、現状の仕様が好きな ARC プレイヤーのためにですね、ARC1 を永遠に提供するためのアップグレードとなっております。基本情報としては、まず発売日2023年10月末を予定しておりまして、予約購入であったり、先行プレイ、先行ダウンロードなどはなし、全世界同時にスタートする予定となっております。価格は発売時割引として 39.99 ドル。日本円で約6000円ぐらいですね。その後、早期アクセス価格として 44.99 ドル。約7500円。これは全てのコンテンツが次世代リマスターとしてアップグレードされるまで続きます。これには現状出ているコンテンツが全て含まれたものとなっておりますので、現状あるもののリマスターに関してはですね、追加料金なしでプレイできるようになっております。遊べるハードとしてはですね、Xbox Series S、X、PlayStation 5、パソコン版、Windows 版と Steam 版でプレイが可能となっております。クロスプレイもできるようになっておりまして、詳しくは後ほどご紹介いたします。ただ、公式サーバーでもコンシューマー版のみのサーバーも用意される予定になっておりますので、コンシューマーだけで遊ぶサーバーもあるようです。その他、ダウンロードコンテンツに関してはですね、まず、サバイバルオブザフィッテスト、バトルロワイヤルですね。これに関しては、当初ですね、本体に実装される予定ではあったんですが、変更となりまして、モッド版としてですね、2023年冬に実装される予定になっております。同じく同時実装予定だったダウンロードコンテンツ、スコーチドアースに関しても2023年12月実装予定となっております。続いて、ラグナロク、アベレーションに関しては2024年1月から3月。それ以降ですね、センター、エクスティンクション、ジェネシス1、2、モッドマップなどに関しては随時実装される予定となっております。サーバー転送に関しては、スコーチドアース実装の12月から開始予定となっておりますので、発売当初に関してはですね、サーバー間転送ができなくなっておりますので、ご注意いただければと思います。そして、新マップ実装の予定もございまして、新生物4体追加される予定になっているんですが、こちらは当初予定として2013年第4四半期だったんですが、これはおそらく伸びるかと思います。現状としては未定となっております。
続いて、消化した内容としてですね、まずはグラフィック。次世代ゲームエンジン、アンリアルエンジン5で作成した美麗なグラフィックですね。光、水などのリアルな表現が可能となっております。アンリアルエンジン5に関してはですね、以前詳しくお伝えしているものがございますので、気になる方はぜひそちらもご覧いただければと思います。また、NVIDIA とも協力してですね、DLSS、RTXDI、フレイムゲンなどのシステムを開発当初からですね、コードに入れ込んでいるようでございます。簡単に言うと、フレームレートの向上であったり、ライティングであったりとかですね、画質向上につながる機能だと思っていただければと思います。これも話すと長くなりますので、詳しくは NVIDIA のページをご覧いただければと思います。続いて、各ダウンロードコンテンツに1体ずつですね、コミュニティの投票によって生物を追加する予定となっておりまして、現状、エクスティンクションまでの生物が確定しておりまして、一旦募集は休憩中になっております。その後もまた展開されるかと思いますので、ぜひ開始されましたら参加していただいて、気に入った生物ですね、投票いただければと思います。続いて、これも目玉の一つであります、クロスプレイについて。簡単にクロスプレイのご紹介だけしておきますと、通常はですね、各プラットフォーム、Xbox や PlayStation、パソコンなど、それぞれのプラットフォームのみでゲームを楽しむものになるんですが、クロスプレイものに関してはですね、他の Xbox、PlayStation、パソコン、みんな一緒にですね、楽しめるものとなります。これに関しては、クロスモッド、モッドもですね、一緒に楽しめるようになっておりますので、コンシューマー版の方でもですね、モッドを楽しめるようになってます。こちら、実装にあたってですね、3段階で展開されます。第1段階としては、発売10月当初に関しては、Xbox のシーズン X、S、Windows PC および PlayStation 5で有効となります。発売時点では、Steam 版ではクロスプレイできなくなっておりますので、ご注意いただければと思います。これはシステム的な問題とですね、各パッチの適用に関して、ちょっと技術的な事情もありましてですね、素早く修正をするためにですね、このような展開となっております。そして第2段階として12月に全てのプラットフォームでクロスプレイが有効となります。この段階でコンシューマー版や他の Windows PC の方と Steam 版みんなで楽しめるようになります。第3段階として2024年予定としてクロスプログレッション。これは実装がまだ未定となっております。簡単にクロスプログレッションに関してはですね、一つのアカウントで複数のプラットフォームで楽しめるというものになっております。クロスモッドについては、Web のインターフェースから直接モッドを管理できるようになる予定ですので、コンシューマー版の方に関してもですね、ブラウザーから直接モッドを適用させることができるようになる予定です。その他はシステムとしてですね、各現状ある他で展開しているシステムを適用する予定になっておりまして、まずはサバイバルオブザフィッテストで使われたミニパップ、これはパン、ズーム、ピン打ちなどですね、含めて実装予定となっております。続いてゲームパッドのカーソル実装。これはスイッチ版のゲームパッドの利用と同じようなものかと思われます。続いて、新建造物の追加や建築システムの改善。これは建造物として展示ケースと小型テックテレポーター、建築物が追加される予定になっておりまして、建築面に関してもですね、大幅な改善がされまして、スマップポイントや土台のサポート、高さの調整などが実装される予定のようです。これもおそらくモッドからですね、適用されるような気がします。以前ですね、三角形の建材であったりとかですね、階段、あとシステムとして設置物の回収が時間制限はつきましたが、できるようになったのは、スポンサーモッドの S プラスから適用されたものになっておりますので、同じようにモッドにあるシステムからですね、公式適用されるものかと思われます。
その他、ゲームプレイの改善としてですね、まず突然変異に関しては、オーバーフローはそのままにですね、ステータスの255ポイント上限っていうのが解放される予定になっております。現状は公式はそのまま適用する予定のようでございます。その他、変異のステータスに関してですね、ステータスの調整が行われる予定になっております。よりゲームプレイを楽しめるように調整される予定のようでございます。また、建物のオーバーホールであったり、洞窟内部の外観に関しても改善される予定のようでございます。結構洞窟内バグってるところ多くあったので、その辺改善されてくるということかと思われます。壁から生物現れたりとかよくありましたんでね。その他、小さな恐竜たちのですね、QOL も改善される予定ございます。また、新しいゲームアイテムやダイナミックナビゲーションメッシュと生き物の経路探索のオーバーホールが行われまして、AI 実装のですね、経路探索が適用されるようでございます。これによってですね、誘導がどのようになってくるのかっていうのがまた楽しみなところでありますね。続いてカメラシステム。これは人物に関しても生物乗っている時に関してもですね、カメラシステムが改善されるようでございます。また新たにフォトモードっていうのが適用されまして、先日ですね、ユタラプトルのフォトモードのスクリーンショットが展開されましたが、このようにですね、スクリーンショットが撮りやすくなりますので、サムネであったりとかですね、SNS で投稿されている方とか、あと記録に残されたい方っていうのもですね、よりよくスクリーンショットを撮ることができるようになりますので、これも楽しみなところでございますね。また UI の方も全面的に一新されるようでございます。これに伴いまして新しいリノマネージャーシステムも実装されまして、一つの統合メニューに通じてですね、リアルタイムのステータスを表示し、すべての生き物の位置を自由に探索できるようになるようでございます。おそらくですが、野生までは探索できないのではないかなと思うんですが、これもモッドにある機能を実装されるのかと思います。ペットを追跡できるだけでもですね、かなり行方不明者がいなくなるかと思いますので、割とワイバーンとかですね、海洋生物、行方不明になってしまうことがあったので、これは嬉しいところでございますね。また、キャラクター生成の見直しも行われまして、より洗練されたキャラメイクが可能となります。現状の規定キャラもですね、作れるようになっているようでございますので、個性が出せるようなキャラメイクができるようになるか楽しみですね。サーバーの方でもですね、変更が加えられておりまして、読み込み範囲としてですね、恐竜や構造物の読み込みが 70% 増加します。先に恐竜や構造物が読み込まれるということになります。これに関しては Unreal Engine 5で軽くなっている面はあるんですが、読み込みの範囲が広いことによって、それはそれで負担になってまいりますので、おそらくは今現状とトントンぐらいではないかなと思っているんですが、その辺はちょっと気になるところですね。ただ、この設定によって割と恐竜が埋まったりとかですね、いろいろその辺のバグというか大変だったところがですね、改善されるかと思いますので、この辺も実際どのように機能してくるかですね、楽しみなところですね。実際発売された Day1 についてなんですが、実装当初に関してはですね、ミニオグナタも実装されます。ただし、テック生物とクライオポットに関してはですね、Day1 に関しては実装がされません。これに関してはですね、アイランド本来サバイバーでないと攻略ができない洞窟とかですね、設定されているものになりますので、その辺を楽しむためにもですね、今回実装を遅らせたということになるかと思います。ただ、これに関してはですね、おそらくエクスティンクションまで待つということではなくてですね、おいおい生物数が増えてきたことによって実装されるかと思います。テック生物に関しては、おそらくある程度ですね、パッチの適用が落ち着いた頃には実装されるのではないかなと思われます。続いて、イベントに関して、11月のチャリティーイベントを皮切りにですね、ASA での新ホリデーイベントを開催予定となっております。実際どのようなイベントが開始されるかはですね、随時その段階で発表があるかと思いますので、楽しみに待ちたいところですね。ホリデーイベントとしては、現状であればですね、クリスマスのイベントが第1回となるようですので、楽しみに待ちたいところです。
ですね。最後に最新情報に明確には出てなかった事前情報としてですね、生物及び赤ちゃんの管理 QOL というところでですね、おそらくリノマネージャーに当たっているのではないかなと思うんですが、ちょっと明確に出てなかったので、別途分けさせていただいております。その他ですね、野生の生物の赤ちゃんの適用であったりとか、あと UI 変更に当たると思うんですが、チビペットのスロットやスキンのタブが別途実装される予定となっておりますので、これも実際どうなってくるか楽しみなところですね。はい。では、いかがでしたでしょうか。本日はですね、発売直前として、アークサバイバルアセンディットの今現状のですね、事前情報をまとめさせていただきました。割と早まった発表であったりとかですね、いろいろ変更点が加えられたことによって混乱されている方多かったと思いますが、現状出ている公式情報としては以上となります。ただ現在ですね、認定ビルドも送信されまして、今おそらくテスト中かと思われますので、正式に認定が通ればですね、さらにプレイ画像であったり、正式な発売日であったりとかですね、発表が出てくるかと思いますので、楽しみに待ちたいところですね。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。